りがとうシック。崩壊寸前のザ・シック。そこに手を差し伸べたのは、助けに来てくれたのか。来ましたよ。お前当たり前じゃないですか。頑張ろうぜ。頑張りましょう。よく来たなって。バトルどころじゃねえだろ。かつて見下していた素人集団ザクラブ大阪。みんなでね、それに乗ってて、大阪に憧れて、じゃあ大阪交通勢いでみんなで、来年も今年も頑張っていきましょう。よいしょ。笑顔の裏にうごめく果てしない絶望とかすかな希望。俺についてこいと言ったローランドは憔悴しきっていた。ザ・ローランドショー開幕。一夜にして在籍するホストの8割が消えたローランドが経営するホストクラブザ・シック。残留ホストは今日も空回っていた。コーチです。守備士です。2人合わせて。レイチです。今やローランドグループ一の店舗となったザクラブ大阪から精鋭たちが招集された。休みだったんですけどね。そうかな。まあでもグループのためなんで。以前東京のお店で黒崎一派が反旗を翻し完全分裂したローランドグループ。一方大阪はどこ吹く風。会長のグループだし、会長が出してる店だし、派閥とかじゃなくないですか。そもそもしょうもない。ほんまにしょうもない。なんかシックは黒崎派閥、本店はローランさんみたいな感じになってんのも、なんかほんまにしょうもない。マジしょうもない。結局トップにはローランドっていう名前、知名度とローランドグループに在籍してることのブランドネームと価値があるからお前ら売れてるんよ。それなかって普通の何のネームバリューもないホストクラブって今と同じくらい売れれんのよ。マジでしょうもない。世間の声を代弁するかのようなユナだったが、これまで大阪店の立ち上げを支えてくれたのも東京のホストたち。着せずして恩返しの時がやってきた。シックは今悪い状態だけど、良くも悪くも知名度あるから、今こそ彼らが目立つチャンスなんです。個人や自分の店舗ではなく、あくまでグループ全体のため。とはいえお店は新人だらけ。東京と大阪を束ねる6億円ホスト有志に至ってはもはや鬼の形相だ。午後8時営業スタート。すぐさま指名を獲得したのは、あら、ありがとう。大阪から駆けつけた元吉本芸人の三井花道だ。お客さんは花道が大阪からやってくることを知り初指名したという。そうです。あ、なんですか。地図。最寄り駅から。なぜか手書きの地図にこだわる指名客。一方大阪ナンバーワンサングラスをまとったユナにも指名客の姿。まとももやめとんねん。気づけば店内は大阪勢の客でいっぱいに。ザ・シックの看板ユミトとソータが大阪勢のヘルプに回るという異常事態が発生していた。やっぱ登った子たちは強いですね。もしお願いしますよ。いやいやもうしっかりしてるなとそこにグループの会長ローランドも出勤。おじゃんの久しぶりですね。久しぶりやなんか変な感じですね。変な感じだな。何しに来たの。あなたが呼んだんじゃないですか。俺やんだ、はい、はい、グループのね。はい、助けに来てくれたのか。来ましたよ。お前当たり前じゃないですか。頑張ろうぜ。頑張りましょう。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。残ってくれたメンバーもよくやってくれてますよ。やっぱりなんか自覚芽生えてきたなっていう、なんか自分がゼロから作らなきゃいけないんだなっていう、まあソータとかそれこそユミトとか、なんかまあ嬉しいですね。失礼します。いいですか、ご一緒。はじめまして、ヒロミって言います。ネイルめっちゃ綺麗だ。いいですか。こちらのテーブルには初めてローランドのお店に訪れた初回客。今日当たり引いたよ。やっといい男に巡り。可愛い子アレルギーかもしれない。多分ここだけめっちゃ今出てる。今頑張って仕事してる。電車のさ、アナウンスしてる人わかる？あれを車掌さんやってた。そう、次は新宿ですみたいな。あれやって。あ、本当？これで送りしなかったらボコボコにする。多くのホストが次回につなぐため少しでも距離を縮めようと隣に座る中、ユミとは違う。失礼します。こんにちは、はじめまして。桜木由美とって言います。ザ・シックの看板ユミとはお客さんの正面に陣取る。誰これ？お、言い方悪いな。言い方悪すぎだ。なぜ対面でそうなんですか？でもマジで黒崎さんの教えっすね。本当に初回の付き方とか、結構その自分のやっぱホストとしての基礎は、現場の基礎はやっぱ黒崎さんに教えてもらった。いきなり初めましてで横つくの失礼だよねっていうのが黒崎さんの教えだったので、染みついちゃって。鬼軍曹と呼ばれた黒崎店長は実は繊細でもあった。めっちゃプレッシャーに感じてるもんですね、多分。だからそこに気づけてなかったんですよ。何がいけないって、何が足んないって、お前の配慮が足んないだけで、その一言で終わり。お前が何もあの子の気持ちを分かってないだけで終わりなんだよ。全力で怒られた。だから真剣にならざるを得なかった。ユミとは何も悪くないよ。何も悪くないよ。ユミとさんは何も悪くない。俺悪いんだよ。本当は黒崎店長についていきたかった。だけどユミとは客と向き合う黒崎イズムをこの店に残し続けることを選んだのだ。滑りっぱなしって言い方ほらオーディションの時はいはいはい滑りっぱなし誰がやねん滑りっぱなし君は全然ないんだやめてそういうのと芸人歴8年の花道が極めてシンプルなダメ出しを受ける中、もう今のところ気になることは1個だけです。今は分かんないですけど、裏にもう2人ぐらい座ってたよね。ねうちではないなっていう。俺はもうちょっと改善ポイント見つけたからな。どうした？いや、俺がいち早くヘルプに行ってたけど、ロッカーのとこで2人ぐらい座ってたわ。おい一応アピールしたんよ。俺もシックのヘルプ行きますわ言うて早いっすねって言われて大阪はちみつ、大阪ってついてる。大阪勢の教えはとにかくまず動け。当然東京勢もこれに煽られる。どんな感じよ？あそこですか。シャンコやろうか。ラスト100なんですけど、あそこがラストの差し込むか悩み中ですね。まあでもそれ以上上げて絶好調じゃん。そんな売れてどうすんの？そんな売れてどうするの？どういうことですか？シック立て直すんですよ。当たり前です。ローランドもごちゃごちゃ言わずまず動く。もっと帰るってこと？いや、本店に行きます。なんか
娘を2人育ててる気持ちで、片っぽを可愛がると片っぽがやっぱこう愛情ないのかなって、やっぱそういう風に思わせちゃうじゃないですか。そうだからシックがああいう形になったのも、そういうところの配分が俺が下手だった部分もあったなってすごい反省して、だからユウシと俺で、シックはもちろんメインでやってますけど、本店にもちゃんと必ず顔を出して行き来してるわけだ。一気しますね。そう、派閥が生まれた最大の原因は、安定していたザ・シックは黒崎店長に一任し、ほぼ干渉していなかったこと。ザ・シックの立て直しが最優先であるものの、それがいつしか誰かの不平に変わり、謀反が起きてしまう。ちなみに彼は5ヶ月前の公開オーディションであまり目立たなかった佐野。世の中には2種類のお店しかありません。それはお嬢様たちが来てくれる店か、それ以外か。ありがとうございます。名言にしては少し長めだが、なんとホスト歴5ヶ月の佐野がこの日本店の最高売上を記録。おはようございます。おはようございます。しっかりやれよお前らもな。よし。そして再びザ・シックへ。売れて俺たちは来るよ。なぜなら僕たちは久々のブラザーとよろしくやったところでシャンパンコールが始まった。有志のキレッキレのシャンパンコールを受けるのは元吉本芸人花道だ。すると立て続けに別テーブルからもシャンパンコール。これも花道だ。本当にね、芸人時代やったら500円のチケットもね全然売れなかった男やったんで、そこにねやっぱ僕にこう価値をつけてくれて、本当にね本当に当たり前じゃないし、いつも感謝してます。ありがとうございます。負けじとザ・シックからは元 LDH の広臣が応戦。どんどんキレを増す花道のシャンパンコール。トリを務めるのはそう大阪も東京も関係ない。ましてや派閥なんてくだらない。今は皆そんな思いだけだった。この日の最高売上はもちろんこの男、大阪店代表の有志自らが150万円を売り上げた。やっぱり、今年で言うなら、10人以上から1000万いったことあったシックで働いてたことにすごいプライドを持ったんですよ。かつては見下していたオープンしたての素人集団。クラブはねちょっとガンチにないというか、大したことないですけど、よく来たなって。バトルどころじゃねえだろって。まさかそんな彼らに頼る日が来るとは思いもよらなかった。すごいお店だったとか、そういうプライドはもう12月みんな思ってないですし、やっぱユウキさんにね回るにもすがる思いで、みんなしっくり残ったと思うんで、残った以上は11月までどうだったとかいうの話でみんなでねプライド乗ってて、大阪に憧れて大阪交通協定でみんなで、来年も今年も頑張っていきましょう。よいしょ。ローランドについていくということ、それはプライドを捨てるということだった。頑張っていこうよしこローランドを信じる男たちの戦いと、そこにある男が登場。事態は大きく動いた。申し訳なかったなっていうですね、もうすいませんでしたっていうのが一つです。
まあまあ正直言うとあの時はめっちゃムカついたけど、まあもう時間経ってさ、あんなもう5、6年前じゃん。いいよ、じゃあ戻ってこいよ。